オーストラリアの田舎町で車で大木に正面衝突して死にかけました。ほとんど人がいるスペースなんてないようなボッコボコの車の中で気絶してて、遠くから声が聞こえてやっとで目が覚めると体が全然動かなくなってました。もちろん足は動かないし、腕がかろうじて上げれたぐらいで、頭は危ないから動かすなって言われたので動かしませんでした。それからレスキュー隊がぐっちゃぐちゃの車から出してくれて、担架で酸素マスクらしきものをつけられ、そのままヘリに乗って都会の大きい病院に連れて行かれました。ここからの記憶がちょっと曖昧なんですが、覚えているのは病院の個室で話をした時のことで、医者が何人かと看護師が何人かと、あと通訳の人もいたと思います。確か先生が今の体の状況を説明してくれて、結局手術をしなければいけないというふうに言ってました。それで手術では亡くなる可能性もありますということも説明されました。それから両親に電話をして、今から手術を受けるからという報告をし、そして泣きながらごめんねって言ったのを覚えてます。こんな経験があるんですが、この時はだいぶ死というものに近づいたんじゃないかなと思うんですよね。あと一歩間違えれば今ここにいなかったかもしれないですし、それで九死に一生を得たみたいな、そんな経験をすると、考え方とか生き方とか、そういうものは変わるものだと思うんですよね。人って大きな出来事があると、変わるって聞いてましたし、しかも死に直面したのならなおさら価値観とか、生き方とか、そういったものが変わるものだと思うんですね、普通。ただ、自分の場合は、何にも変わってないなっていう、感覚なんですよね。もちろんそこからの生活は激変したんですが、ただ自分の性格とか生き方とか、そういったものは何にも変わってないなって、感じてます。事故で頸髄を損傷して胸から下が動かなくなって、もちろん歩けないから車椅子生活が始まります。初めの頃はうんこもおしっこも自分で管理できないので、ただただ漏らしっぱなしで看護師さんにお尻を拭いてもらって、本当に赤ちゃんに戻った気分になって情けなくなります。そんな状況、環境にいると自分が惨めに感じてきて、自分を責めることが多くなってきます。なんで事故ってしまったんだとか、俺はなんてバカなんだとか、あの時ああしておけばとか、目を閉じるとそんなことばっかり考えてしまって、夜眠ることもできなくなります。そうなるとどうしても過去の自分を否定してしまうんですよね。すべて否定して全く違う新しい自分になろうとしました。でもそれって結局嘘の自分なんです。そうやって自分に嘘をついて殻に閉じこもっていた時期も確かにありました。その時はめちゃくちゃ生きづらくて、何をしていいのかわからない状態で、結局自分に嘘をついているので何にも熱が入らなかったです。そういう時期を乗り越えて今があります。そういう時期から徐々に過去の自分を少しずつですが肯定できるようになってきて、一歩一歩積み重ねて結局また事故る前の元通りのバカな自分に戻ってしまいました。事故に遭ってから自分を否定して嘘の自分を作って、いろんな葛藤もあって結構な長い時間かかってしまいましたが、今は無事に本当のバカな自分に戻ってこれたと思います。だからこれから先よっぽどのことがあっても自分の性格や生き方は変わらないんじゃないかなと思うんです。実際よっぽどのことがあったのに、死に直面して体の自由を失ったにもかかわらず変わらなかったわけなので、もう認めるしかないと思うんですね、このバカを。だからこの先もこんな自分を認めてバカなりに生きていこうと思ってます。